ビラ、ワンネ鈴木コータンディシェイミラビー、ノージェ鈴木ンディシェヤマトナアナトエビシが、わた生きがの親が東京んかい生まれ育ち、ほどほどなってうちなんかい、面接地、わた稲子の親と、ミートンだなって鈴木ンディシェナアナトエビ、生まれに育ちうちな県産品なトエビシ、ユタサルグトウニゲウニギアビラ。日本語でも言った方がいいですよね、きっとね。ありました。ありがとうございます。ありがとうございます。この今のは私は鈴木浩太と申します。私は鈴木という名字は日本でね一番多い名字なんです。沖縄ではほとんどいません。本当ですよ。読谷村の昔は電話帳というのがありました。今もないんですけど。電話帳の中で鈴木は2件しかなかったです。読谷村5万人いて2件というそのように、その代わり日がそれから近所はもうたくさん、います。もう山城山城で母は、沖縄の出身で父は東京の出身で沖縄で結婚して、島袋でございます。はい、割といる名字ですね。島袋でございます。ちょっと作座に来てお話しさせていただきます。今日は沖縄の文化ということで、お話をさせていただきますけど、私なんか長だらだらといろいろ経歴がありましたが、簡単に言ったら琉球の文化が大好きな青年です。今もう私たちの先輩世代が70代になってしまったので、大学の職員の先生方いらっしゃらないので、その後輩として私がいろんなことをさせていただいてます。非常にもう先生と呼ばれ学生には言われてますけれども、まだまだ勉強することがたくさんありますので、今日は先輩方からいろいろお話も伺いながら、勉強しながら、講義をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。まずはちょっとスライドは見づらいところもあるかと思いますけど、今日のお話をざっくり説明しますと、レジュメは見ても見なくてもいいです。メモをたくさん取られても結構ですし、たくさん空白がありますからね、絵を描いてみたり好きなように遊んでください。でレジュメは初めは琉歌ってこういうものですよっていうお話をします。沖縄の歌ですね、和歌みたいなものです。で後ろはその私が得意とする組踊り、琉歌とすごく、マッチングしていますのでお話をして、最後はダイジェストで私が作った組踊りで大賞を取った作品がありますので、それをダイジェストで15分ぐらい見ていただこうかなと思っています。新作という、カテゴリーになりますけれども、で、最後 C 文が上がります。C 文の IB 行くと C 文って分かります？おまけですね。おまけ C 文があります。発表が終わった後に少しだけ、C 文を、お渡しして、エンターテインメント的な講義にしたいなと思っておりますので、ユタサルグとお願い、よろしくお願い申し上げます。ということで暗くなりますね。前にあるのはこの琉歌を書いてます。ワミヤワカナツィにサチュルアダニバナカバシャニュイスリにウツチトゥラサという、琉歌です。これ私が作った琉歌なんですけど、玉垣の糸という組踊りの作品の中でヒロインに読ませた、琉歌です。アダニバナっていうのが新しいんですね。アダニバナっていうのは、アダニっていうのは、ここのハワイ語で言うと腹ですね。アダンという植物です。海のそばんかい、生えててトゲトゲゴアがあるものですね。パイナップル風ジの実がなる、はい、ハワイもありますね。沖縄もいっぱいあるんですけど、沖縄の琉歌ではこのアダン、海の植物アダンは日常にすごく近いものなので割と歌われます。だけれども歌われる時にはこの葉っぱの部分を歌うんですね。葉っぱにトゲトゲがついてますね。どんな歌かというと、アダニガチデンシンスカキティフィチュイ、アダンの葉っぱでさえも着物が通ると着物を引っ掛けていきますね。トゲですから。アダン心がないアダンでさえも私の袖を引っ張っていく。ディンスムトビレやティトティフィチュラ、ですから私とあなたはもともと恋仲でありますから、袖ではなくて手を引いてくださいという
恋の歌、植物でさえこれ引っ掛けるから、あなたは逆に手を取ってちょうだいという葉っぱを歌うんですよ。で、私とハワイという私ハワイもう6回目ぐらいなんですけど、オアフやハワイ島に行ってハワイ語の普及活動をこう勉強したりとか、ハワイの文化を勉強させていただいた中で、アダンには花があって、白い花、今ここちょうど真ん中の、ね、ここに生えてるんですけど、白い花が咲くんです。ただうちなではですね、全然このなんていうんですかね、花が咲いてるというイメージなかったね。うちなんちょわからない。アダンは食べられますか？なんか食べます。だけどあんまり食べないです。食べると体に良くないです。とっても貧数の時にですね、貧乏も何も餓死の時です。餓死って日本語の面白いですよね。沖縄の言葉って餓死って要するに食べられなくて死ぬことを日本語では餓死と言いますけど、飢饉のことを餓死って言うんですよ、沖縄では。飢饉のこと、餓死年とか餓死って言うんですね。その飢饉の時に黄色く売れたもののブチッと取って先っぽだけ食べます。ただアクが強いので消化不良を起こしたりとか、その後またデジナするので食べません。もうあれはアーマンゴアカムシですね。ヤドカリの食べ物です。ヤドカリも湯がいて食べますけどね、そのようなものでした。でハワイではこのアダンの花のことをヒナノ、ハワイ語ではヒナノといって、恋を、想像させる甘い香りがするんですね。うちなんちょなんで花を見たことがないって言うんです。しょっちゅういろんな人に聞くんですよ。でも花が咲くっていうのを一回見てしまうと、花が咲くの分かるんですよ。あ、花咲いてるなんて、香りもしますし。だから龍華の世界ではこの葉っぱしか、昔のうちなんちょから多分あんまり花に興味なかったんでしょうね。食べられないから。そうなん割とそうなんですよ。食べられる食べられないって大きなことなんですね。でそのハワイの文化を知ってまた沖縄に帰ってくると、アダンが咲いてる、ハワイではこのアダンの花は恋の花だから、私の組踊りの中で使ってみようということで、アダニバナという新しい表現をさせていただきました。このように文化が交流することで生まれることもありますということで、まずは今日は皆さん、龍華を読まれる方もいらっしゃると思いますので、龍華についてお話をしたいと思います。今見えてるのは、ポスターです。秋の全国交通安全運動2023年ですね。なぜこのようなポスターを出したかというと、この右側に標語が載ってるんですね。必ず日本では、交通安全などの標語では次のような、簡単なやつですね。歩行者を守る気遣い思いやりという、このような標語が必ずつきます。日本全国でですね。でこの標語なんですが、ひらがなで書くとこんな感じですね。音を取ってみると歩行者をでこうですね。次が守る気遣いで7、思いやりということで5、7、5になっています。で皆さんご存知の五七五っていうのは、日本では俳句や川柳というふうに言っている詩形ですね。文学でございます。ですので5と7っていうのは割と日本本土の、音数率、リズム、覚えやすいリズムになってます。大体日本の小学校の校歌って5と7なんですよ。ブロック分けていくとね、五七調になってます。七五調に。そのように日本の人たちには馴染みの良いリズムなんですけど、沖縄の人たちは、大体17世紀ぐらい、1600年代ぐらいから次のような歌を歌い始めました。龍華というものです。この龍華は琉球の歌という意味です。和歌は大和歌の略のようにね、琉球の歌という意味で、歌われ始めました。ちょっと日本とね詩形が違います。レジュメにある8886なんですね。どのように発音するかというと、この場合はティンサグヌ花やで8、セミサチにスミティで8で、最後ウヤヌユシグトヤで8で、最後ねチムにスミリというふうに8886の詩形になってます。ちょっと日本とは違うなという感じがしますね。日本だと、和歌だと5、7、5、7、4で足せば31ですから、味噌一文字31文字というふうに表現しますけれども、
流歌は8886ですから386、8が3つの6という意味で386と言ったりとかします。この8886の流歌のリズムっていうのは、1600年ぐらいから現代まで、ずっと歌い継がれている文化で、沖縄の人たちの心とかを表現するのには一番最適なものです。愛されているものです。でこの流歌、今でも、沖縄の新聞では沖縄タイムズと琉球新聞とあるんですが、地方紙両方で流歌、それから和歌、川柳、短歌っていうのを毎月募集して、それぞれ毎月1回ずつですね、支部一面で紹介されます。今月の流歌、募集した流歌で一番良かったのはこれですというふうにね、出たりとかします。たまに狂歌といって狂い歌ですね、世の中を風刺したような歌を歌う人がいて、その中でも有名な人は糸満ロータリーという名前を使ってました。糸満ロータリーというのがあるんです。それを糸満のロータリー、老人の老にタリー、老人ですね、ロータリーと書いて、すごいな、いい名前だなと思いましたけど、こういうペンネームを使って呼んでる人なんかもいました。で現在でもですね、沖縄県の、北部の入り口ですが、恩納村というところはもともと雲南美という女流歌人がいたので、それをもとに村おこしで流歌の里と言っています。でそれで、もう20年以上前から流歌大賞というものを一般に公募しています。でそこでは小学生の部と一般の部とあって、小学生は日本語で読む、まだ方言に慣れていない、方言一回、なんていうんですかね、打ち古ばさってますから、それから今復活しようと頑張っているところですけれども、小学生たちは日本語で読む、だけど8886のリズムで読みましょうということで、2023年に大賞を取った作品が次のような歌です。冬の伊平屋旅、牛で行くの踊り、もう一度見たい島の踊りというね、伊平屋島に行っていろんなものを見たんでしょうね。そこで薄手行くと呼ばれる女性たちが集まって民謡に合わせて太鼓を叩いて、簡単な手踊りをする、民族芸能があります。それを見た、記憶でもう一回見たいなというふうに言っているわけです。日本語の流歌なんです。ちょっと厳しいことを言うと、踊りを2回使ってるのはもったいないなと思ったりとかしますね。流歌を読む時には、短い30音の中でどれぐらいの表現していくかということが大事になりますが、実はこの冬の伊平屋旅、牛でくの踊り、もう一度見たい島の踊りというのは日本語の流歌なんですけど、流歌を知っている人たち、沖縄の古典音楽をやってたり民謡をやってたり芸能が好きな方からすると、この日本語の流歌割とすんなり入ってくるんですよ。なぜかというと、これ実は8886という地形の中にさらに切れ目があるんですね。どんな切れ目かというと、皆さんの、レジュメに書いてます。ちっちゃい字ですいません。8の中は5と3に分けられるんです。3と5や5と3に分かれていればリズムがいい。最後の6文字は6音のところは3と3に分かれていると収まりがいいんです。これ8音だからといって2と6だとなんか座りがおかしいんですね。なんかちょっと流歌なんだけど流歌のリズムになんか合わないなというふうになるんです。これが不思議な、ことなんですけれども、このような法則があって、例えば1行目ね、1句目は冬ので3ですね、伊平屋旅で5になってる。だから座りがいい。で後ろももう一度で5、見たいと5と3になっています。このような3と5、5と3、いずれでもいいんですよ。そのように分かれていることが素晴らしいというね、対象になった、ゆえんかもしれません。であとは、読み方も今日本語で読んでますが、琉球的に読むときには3母音になります。あ、い、う、い、うです。えだんはいで発音し、おだんはうだんで発音する。非常にややこしいですね。だからお米の米は組というんです。組、米のことは組というけれども、組踊りの組も組踊りなんですよ。ややこしい同じ同音異義語がたくさんあるというのが、沖縄の方言の特徴です。さて今日は流歌のお話と、流歌の味わいをしていこうと思うんですけれども、
この中には流歌を作ってみたいという人もいるかもしれませんので、流歌を作る時にはどのように作ればいいのかっていうのを少しご紹介したいと思います。まずはですね、よく使われる題材があるんです。流歌には実はこのような昔の歌があります。ウンナダキノブティウシクダイミリバウンナマツガニがティブイジュラサという歌ですね。女岳に登って下の方を見ると、女村出身の松金という人がこう手を振ってる、私に対して。その手振りがすごく美しいという歌です。これ女ナビーの歌ですが、別の歌に「ウフダキにぬぶてウシクダイミリバイニアワヌナウリミルクユガフ」、大きな丘に登って下を見れば稲穂が金色でね輝いている。ああ今年は豊作で弥勒年だなという歌です。北条を歌った歌ですが、このような歌っていうのはパターンがあるわけですね。高いところに登って下を見るとか、別の方向を見るとどうなってますよっていう歌い方です。これ古い流歌によくあるパターンなんですね。でそこで、ここにいらっしゃってますけども、土田京子先生たちガジュマル会で読んだ歌の中に似たような歌があるわけです。私たちの周りを読み込んでいる歌です。ヌアヌバリヌブティウラウアフミリバジムンヒルビルトゥナカミジュラサ、これハワイの方が読んでるんですよ。ヌアヌバリを知っていてオアフを知ってる人ならばなんとなく情景が出てくるという、これが流歌のいいところです。これは、古い流歌の歌い方を真似てですね、自分たちの歌い方にしています。こんなところからスタートしていくっていうのが流歌の歌い方ですね。流歌を作るために大切なことっていうのは、先ほど言った8886のリズムになれること。慣れる前は、沖縄のわらべ歌なんかもみんな大体このリズムになってます。ティンサグの花のメロディーに合わせてみてもいいですし、民謡に合わせて作ってもいい。で、8886の8は3や5、5や3という形に、切っていくっていうことが大事。そういったところを意識していくと座りが良くなります。でまずは日本語で作ってみて、その日本語を島言葉に変えていくね、方言に変えていっていく。それから好きな流歌を真似していくと、もっと流歌らしくなってくるわけですね。いくつも書くことが流歌は、何でもそうですけども、何回も何回も繰り返すことで上手になっていきますよというお話です。例えば、今日は、ちっちゃい字で書いてますけれども、簡単に日本語の流歌を作ると、太陽と風と緑輝けるハワイ沖縄は心一つという流歌を私が読んでみました、日本語で。これ日本語の、流歌のパターンでもちゃんと3と5に分かれてます。太陽とで5ですね、風とで3です、緑で3ですね、輝けるで5になってます。ハワイで3、沖縄はで5、心3ですね、1つというふうにちゃんと分けているので座りがいい。これじゃあ沖縄的にしてみようというと、こんな感じになります。ティダとミカジとミドイ輝かちハワイウチナーやチムヤフィトツ、このまるっきり日本語をきれいに沖縄読みをすると、このような読み方で流歌に変えることができます。島言葉を沖縄内縄口、地域の言葉を残そうとして、弁護さんも方言が出てきますけれども、方言に慣れ親しんでいる人は少しずつ、これは日本語だから内縄口に変えるとこうだなって変えていくと上手な流歌になっていきます。で実は沖縄県内っていうのはですね、流歌の歌碑いっぱいあるんですよ。100箇所以上あるかもしれません、県内全部ですね。流歌だけでなくて民謡やおもろといった歌の歌碑まで合わせるとですね、沖縄本島、沖縄の有人島最北端の、伊平屋島から、最南端最西端の、与那国島まで、各島々に一つ以上のものがあります。画像検索するとこのようにバンバン出てくるわけですね。私学生と一緒に年に1回沖縄県内の歌碑を巡って歌碑巡りをやるんですけど、1泊2日で全部回りきれません。沖縄本島でも半分ぐらいしか回れません。それぐらい地域を歌った流歌がたくさんもともとあって、地域の人たちが自分たちの心が大事だということで、それの表彰としてですね、こんな歌碑を残していきます。ではそのような流歌はどのような鑑賞ができるかなんです。
私が大事にしているのは文化、琉球文化との対話、その当時の歌から見える日常とか、その時代、読まれた時代ですね、200年前300年前の琉球国時代の人たちがどのような気持ちだったのかということを、読み解きたいなと思っています。こんな歌があります。花さちゃんティアイワンフチジミショナアタイバナヤティドツィディドサチャルという歌です。もう一回読みますね。難しいですね、これちょっと古い歌ですから言葉が難しいです。花さちゃんティアイワンフチジミショナアタイバナヤティドツィディドサチャル。これとっても好きな歌なんですね。日本語にすると花を挿したと言って、ハワイ行くと私ワイキキの辺りに今回宿取ったんですが、もう大体歩いてる人頭から花咲いてますね。どんなして咲いてるのかなと思いますけれども、まあ冗談ですが花を挿したんですよ。その花を挿したからといって私を不思議そうに思わないでと言ってるわけです。大丈夫ねって見たのかな。不思議ってどういうことですかね。値の花、値っていうのは値っていう私っていう意味ではありません。値という場所です。値の花だからこそ摘んでこそ挿したんですよと言っています。この花はどんな花でしょうかね。まずは値っていう場所です。日常にあります。これ沖縄の、古いお家、一般家屋の、間取り図です。一般的なちょっと分かりにくいですが、真ん中この大きい四角はこれが母屋です。母屋ね。で隣にあるのがシムといって台所です。台所と母屋は少し離れてます。防火のために、家の続きではありますけどね、土間打ち土のまんまのところが台所で、隣が板になってて畳敷き、畳んじゃ、方言では畳んじゃというんです。畳んじゃと裏は板間になっていますけれども、その後ろですね、裏庭にあたるのが値です。値は家庭菜園のことなんですね。家園というかその家が好きなように使っていいもので、ここは非課税です。何植えても大丈夫、年貢を納める必要はありませんというような場所が値ですね。そこで咲いている花を摘んでこそ私は刺しましたと言ってます。この人は男性ですかね。読み手は女性ですかね。おそらく女性ですね。で私を不思議そうに思わないでと言ってますから、不思議そうな顔で見たのは誰ですかね。男性でしょうね。だから値で作業をして花が咲いてたから摘んで刺して家の中に戻ってきたら、旦那さんか彼氏か父親か分かりませんが、それがすごい不思議そうな顔で見たわけです。この不思議とはどんな不思議ですかね。さっき言ったみたいにワイキキに行ったら人の頭から花も咲くんだなと思ってそんな感じで見てたんですかね。どうでしょうか。色気づいたとか。色気づいたとか。そこで咲いてる花ってどんな花ですかね。沖縄ではハワイと一緒でこのような花が咲きますね。ユーナンギ、値にユーナンギは植えません。あれは海の巣挽回。そうだね。はい、そのような、このような花かねという話です。赤花はですね、沖縄では武装花なんて言ってお墓との間に植えるんです。武装芸、日本語でも武装芸ですね。武装の花でございます。漢字は違いますけども、冗談ですが、このような綺麗な花ではないんです。実は生活をちゃんと測してみると、値というのは花園なので、沖縄という寒しいですから士族まで値で育てるのは芋、それからこのように人参、これ人参の花です。地デクリの花です。それからこれちっちゃいですね、白いちっちゃい花がたくさん咲きます。カジャも別にいい香りはしません。人参っぽい香りがします。土のね匂いがしますけども、でこれ紫の花ですね。朝顔ではありません。これ芋の花です。こんなこれ紫芋の花、あとじゃがいもみたいなものだともうちょっと花変わりますね。白い、こんな大きな花は咲きません。でこのような花を刺して帰ってきたわけです。むしろどちらかというとこの花だと私は思っています。これとかデークニーの花です。なぜ花は摘むのかです。この摘んだ花はちゃんと理由があります。
地泥国や泥国、大根や人参というのは花を咲かしてはいけないんですね。花を咲かせてしまうと花に栄養がいくので、根菜の根っこの部分に栄養がいかないんです。要するにちょっとスカスカな人参になってしまうから、まあ舌を太らせるために花は切るんですよ。でそれをこの女性はやっぱりもったいないというか、かわいそうと思ったんでしょうね。でそれで花を刺して家の中入ってきたわけです。そしたら不思議そうな顔で見られたわけですよ。この不思議そうな顔はなぜ不思議なのかというのは、先ほどあったようにおそらく色気づいたんですね。昔は化粧なんてないです。化粧なんてしません。まあ沖縄の言葉を知ってる人だったらミジアンダっていうのがありますね。ミジアンダって聞いたことありますか？直訳すると恐ろしいですよ。水油という全然違う、性質のものを、まあ今でいうウォータリングワックスかも分かりません。水をつけてこうやってね、髪の毛を、まあ、からじは言ってますから、それをこう直したりします。今の日本でも女子高生がやります。これミジアンダ。トイレから出てくるとき手洗ったら手を何にも拭かないで一生懸命前髪作ってます。これミジアンダです。このミジアンダぐらいしかないんですよ。そこに色が出た花をさして帰ってきたわけです。きっと美しかったんでしょうね。見惚れ直したんでしょうね。そのような生活の場面がパッと龍歌の一面から見えてくるんですね。ロマンチストじゃないといけないです。歌を読む人はですね、そのような歌です。非常に好きな歌で、私の師匠の金川千鶴子先生がこの歌好きでたまに読んだりしていました。はい、でもう一つ読んでいきたいと思います。人を思う心、人を愛する心の歌です。でそのようなキーワードは龍歌の世界では染めるという言葉が出てきます。超有名な歌です。龍歌では朝じすみらわん、くんじすみらわん、さとままどやゆるわみやしるじ、パーシャクラブの歌の中でこの龍歌を使ってたりとかしますね。朝じすみらわん、くんじすみらわん、さとままどやゆるわみやしるじという感じでね、沖縄ポップスの中でもこの龍歌を掘り起こして歌っています。どんな歌かっていうと、朝地というのは浅黄色、薄い、グリーンですかね、青みがかったグリーン、そのような色に染めてもよろしい。それがさらに深く愛を染めて紺色ですね、ネイビーに染めてもよい。あなたのままですよ、私はなんせ白い布ですからというふうに言っています。これどういう意味かなんですね。私をあなた色に染めてという歌なんです。簡単に言うと、ちょっと臭いセリフかもしれませんが、なぜ染めるものを染めるという言葉を気持ちを染めるというふうに表現しているかというのは、実は沖縄という地域は日本の中でも伝統工芸品が多い地域で、その中でも、沖縄は3番目、今16品目あるんですね。ただ16品目の中の12品目は全部織物なんです。織物がたくさん地域によって違う織物、テキスタイルをしている地域です。一つ染め物あります。今日私瓶型の仮シュエアをつけてきてますけれども、このような染めていく型絵染めみたいなのがありますが、それとまた別で糸を染めて織っていくっていう作業を各地でやってたんですね。各離島、例えばこんなものがあります。これ古文書ですけれども、整え文といって、これは久米島に発注をした、琉球国時代の久米島に布を発注する、今でいう発注所ですね。ちょっと読みますか。島紬6反、長さ8広、幅1尺3寸、右、恩上国御用候間と書いてますね。どのような布を作りなさいと言って、分かりやすい日本語に戻そう。右のこの島紬、久米島で作った紬という絹織物です。絹織物は次上国をします。琉球から薩摩に行くので、その時にこの島紬6反を使うから準備してくださいというふうなものです。で後ろに鵜の10月として座喜味ペーチンと、福山上方の名前があって、久米島間桐の財番宛てに久米島の、沖縄県出張所に注文が入ったわけです。でこのように
国から注文が入って地域では布を作るんですよ。主に女性たちが作ります。で布を作るのは一人では作りません。なぜかというと糸紡ぐところから始めないといけないので集団作業です。織物をする家に集まってもう糸を紡ぐ段階、糸を染める段階、そして染め終わった後に織り始めます。で地域には琉球はですね面白くて、このようなこれは、見え図と言ってますけれども、織物の何ていうんですかね、サンプル、柄のサンプルを配ってるんですね。で例えばこのね右上のものを作りなさいとか右下のものを作りなさいというふうにそれぞれ指示が入るんです。ですので地域ではそのような織物を織るし、色がない場合、うちは赤がないですよ、沖縄は赤なかなか使えません。この赤い色を使うためには国がちゃんと染料を輸入してそこの地域に渡しています。宮古や八重山でもちゃんと渡して織物ができるようにしているわけですね。で琉球の織物は薩摩というところを介して薩摩紬とか薩摩上布という名前で全国に広がっているんです。お殿様、徳川のお殿様の娘さんが、成人になるからといって鹿児島に発注が入り、それを琉球が作って鹿児島に納めるという記事も出てきます。ということは江戸の中心でも私たち上ファー夫人が織った織物が着られてたっていうことなんです。そのような織物が身近にある中で糸を染めるという行為はどのように移ったかなんです。浅地でも紺地でもいいです。私は白地ですよ。染めますね。大事なのはここの染めるというキーワードから流歌5000首ぐらいの中から染めるという単語を引っ張ってきます。どんな歌があるかね、1個ぐらい織物の歌があってもいいんじゃないかなと思って探しました。一つもないんです。織物を歌った歌は全部気持ちを歌ってます。女性たちは若い女性から年を召しても織物をしますね。昔はですねハイターとか漂白剤という白物がないんですよ。染め間違えると終わりなんです。白に戻ることはできない。だからあなた色に染まってしまったら違う色に染まることもできないわけですね。そのように染めるという文化がそのまま気持ちを表す言葉に琉球ではなっているんですね。このような文化、当時の文化を知ることでまた琉歌の味わいというのがまた幾重にも深くなっていくというお話です。琉歌のお話はこれぐらいにして、ここから組踊りのお話にしたいと思います。時間も少ない、限られてますのでさっさかいきますよ。覚えなくて結構です。大事なのは琉歌、私琉歌の研究から始まったんです。琉歌の研究をスタートさせて組踊りというところにシフトチェンジしていきました。実は琉歌の言葉、使っている言葉、古い言葉は琉球古典語というふうに私たち専門家は言っています。要するに組踊りも琉歌も同じ言葉を使ってるんですね。で組踊りというのは琉歌ができた後に生まれています。1719年に初演を迎えて、創作した人は玉城長君、唐直小寿友と言っていますけれども、創作した人物も誰か、一番初めに初演を、務めた人は誰かというのが分かっている珍しい芸能です。日本のお能とね、対比させられることが多いですけれども、作法の踊り奉行という、事務官に任命された長子さんが琉球古典語、要するに琉歌と同じ言葉ですね。そしてその中で歌われる音楽は全部琉球古典音楽です。そして、歩いたり、少し所作を見せるんですけど、そういったものは琉球舞踊から取っていました。それを組み合わせて作ったのが組踊りで、そういったものを日本では総合芸術と言っています。総合芸術って何かっていうと、ドラマもそうですし映画も総合芸術です。能もオペラも総合芸術です。そのような演劇を作ったということですね。で、組踊りができると琉球王国はその演劇をこぞって国の大事な宴の時に上演しました。いろんな時に上演するんですね。国王の子供が生まれた時にも上演したりとかします。そのように国の一番重要な演劇として上演されてきましたが、琉球が沖縄県になってしまうと上演の場所がなくなるんです。要するに国のオフィシャルな
シアターみたいなところで上演するものだったので、国がなくなると上演できなくなるわけですね。でその後はどうなるかというと、明治になると沖縄は芝居小屋ができます、民間のシアターができるんです。それまでなかったんです。日本だと江戸時代から普通に民間の芝居小屋があるんですけど、沖縄はなかった。実は芸能というものは民間のものではなくて、国や公務員たちが上演していたからなんです。士族たちが上演していたからなんですね。時代が変わって芝居小屋で上演されたり、それから地域を回って巡業公演をするようになりました。で、1936年には東京で初めて組踊りが上演されて、沖縄にこんな素晴らしい演劇があったのかというふうに日本の人たちに影響を与えます。で、戦争が終わって1954年、まだ沖縄が米軍統治の時に神奈川県で組踊りや琉球舞踊が無形文化財に指定されます。これ神奈川のものではないのになぜかというと、神奈川にいたウチナンチュですね、疎開したウチナンチュたちが沖縄の現状が、情報が入ってこないわけですね。ですので、苦慮して、神奈川で残すしかないということで、神奈川の川崎の沖縄県人会中心に芸能をやり、それを神奈川県の無形文化財として申請し通ったという流れです。今も神奈川県では無形文化財として残っています。で、沖縄でも琉球政府で重要無形文化財1967年に決まりまして、復帰を迎えて日本になった時に国の重要無形文化財として指定されている演劇です。現在では国立劇場沖縄ができても20年経ちました。その間に人間国宝と呼ばれる人たちがたくさん指定されていきます。要するに日本の文化政策でも保護していこう、伝えていこうというふうに変わってきたわけですね。で、このようなところで演じられるのは基本的には古典と呼ばれる古い作品です。そのような古典の組踊り作品というのは全部で70、今3あります。これからもっと増えるはずです。いろんな古文書が見つかると組踊りが見えています。ここハワイにもフランク・ホーレーさんですね、UH マノアの中にも、沖縄の古い組踊りの台本が残っています。それから近代以降に作られた、明治に作られた、近代以降ですね、作られた作品、新作組踊りとして呼んでいます。このような作品がまたいくつかありますし、現在もなお私もそうですが創作しています。でこれと別に、今から何年前ですかね、ハワイでも講演したと思います、キムタカの雨割りといって高校生たちが中心になったミュージカル、ミュージカルの名前に現代版組踊りという名前をつけて上演しています。これ組踊りとはちょっと違うんですが、このように組踊りという演目演劇が、世の中にこうやって広がっていってるということです。で、この後見ていただきますが、これ私が作った作品のポスターです。私はどこにもいません。役者さんだけが写ってます。このような作品を作りました。鶴亀の縁、でそれから今年上演したのはこの玉掛の糸、上の作品ですね。この作品、新作組踊りなんですが、ちょっと後ろに見えるこの網分かります？この人別に漁師ではないんです。クモの巣？そう、クモの巣です。私組踊りの研究者なので、新作を作る時にすごく、普通の人がやらないことをします。研究者ですから、おかしなことを考えるんですね。例えば組踊りというのは古典の作品で沖縄が舞台です。ですのでうちなんちゅしか出てこないんですよ、役は。ですから琉球は中国ともそれから日本とも交易をしてたのに、そういった場所が出てこない。よし、大和に生かそうと思って1個目の作品のこの鶴亀の絵、この絵見てもらうのは鹿児島に行きます。お殿様が出てきます。鹿児島のちょんまげが出てくるというね、日本人を出した作品です。それから、もう一つのこの玉掛の糸という作品は組踊りだから、うちなんちゅ人間しか出てこないわけですから、動物の世界、一虫の世界、昆虫の世界を描いたのが玉掛の糸です。雲と蝶々の恋物語という、普通の人がやらないようなことをして、奇抜な作品をしました。なので雲の糸があるわけですね。このように組踊りというのは、今もずっと文化としてつなげていますけれども、根元にあるのは流歌の基本なんですね。で今からちょっと見ていただくのは、これは私が受賞して上演した時の作品ですけれども、このように新聞でも紹介してくださいましたね。あらすじを皆さんのレジュメの最後の方に載せています。琉球というのは
日本に何回も交易をしています。で薩摩の、鹿児島県には財番といってですね、琉球の出張所があって、薩摩とのやり取り、貿易のやり取りをするための窓口がありました。そこに琉球人たちは、役職が決まるとですね、5年とか3年出張でそこに詰めるんですね。単身赴任で行きます。そのような時代を描いた作品です。崎山ペイチンという人が出てきて、5年間薩摩でお仕事をしてもう帰っていいよと言われるわけです。で実は崎山ペイチン踊りが上手で、お殿様の前で何回か踊りを踊ってですね、お殿様に「お前踊り上手だな」と言われていた中だったんですね。実際にこういうこと琉球時代もありました。で実際に帰りますよというところで、琉球に帰るんですが、帰りの船が残波岬のところで難破をして沈んでしまって、崎山ペイチンは死んでしまいます。でそこから時代が流れて10年後、崎山ペイチンの子供が出てきます。お父さんのように、薩摩で踊りを見せたいということで踊りの試験を受けるわけです。実際これもありました。琉球国時代お調べといってね。でその、試験に受けに行くんですけど、途中でいじめられるんですね。組踊り大事なのはですね、悲劇が続かないといけないんです。でそして組踊り最後ハッピーエンドで絶対終わります。ですからもう主人公は痛めつけられなければいけないので、いじめにあって試験を受けることができない。ああもう終わったな、もう私の青春というか人生は終わったと思って悲嘆に暮れてるところで、崎山ペイチンのお友達歌さん氏やってる人なんですが、この人が代わりにこの崎山ペイチンの子供を養育してくれてるんですね。でこの人はもうすでにお調べを受けて薩摩行きが決まってる。で私の薩摩行きのものを取り下げて彼を生かしてくれと、この人がこの直談判しに行くんですね。で直談判してこれを見た上司たちは「あお前たち2人とも行っていいよ」というふうなことを言って薩摩行きが決まります。で薩摩に行って、お殿様の前で踊りを見せるんですね。でそうするとお殿様が一本の扇子をくれるわけです。でこの扇子は何かというと、実はこの崎山ペイチンが帰る前に褒美としてあげたんだけれども、私はもう一回戻ってきて薩摩のお殿様の前でもう一回この扇子で踊りますよと言って、私に差し戻したものだと。でそれは父の形見になってるからと言って渡すわけですね。で扇には鶴と亀というふうに絵が描いてます。で鶴亀ってその亀は子供の名前だと言ってるわけですね。子供の名前は上十というわけです。だから子供にこれを渡し、子供がお殿様の前で舞うともうお父さんと同じ全く振りで踊ると。ですのでこの写真後ろにいるのは映像ではありません。実際の役者が立って踊ってます。最後ね踊って締めるというふうな作品になっています。このような後ろでこうやって出てくる、演出なんかが、新しい発想ですし、途中で歌がですね、鹿児島県内にはですねいくつか琉球の文化が残っているところがあるんです。その中の琉球人傘踊りという鹿児島で歌っている歌が一節入っていきます。このようなことをやっている演目です。ぜひご覧ください。15分でちょっと短くしておりますけれども、ご覧いただければと思います。はい、今のがちょっとね言葉わからないかもしれませんが、わからないぐらいがちょうどいい、それぐらい、気合を入れた作品です。以上で私の、講話は終わりですが、イヒファシーブのアイビンと書いてます。少しお土産新聞、なんていうんですかね、公演だけではちょっとあれかなと思ってですね、私ちっちゃい頃からちょっと空手をやっていたので、空手を一つ二つ技を見せて終わりたいと思います。ハワイでも沖縄の、県人たちが移民をしてきた頃から空手を、普及させていて、今でも少林流を中心にやってらっしゃると思います。私も少林流で妙武館というちょっと、小さい流派の空手をやっていますので、ちょっと披露したいと思います。そうなんですね。そんな先生方のもう技にはもう全然到底及びませんが、一つは、じゃあ基本の型の一つ、ピンアン、
伊藤三光先生が作った陰安の初段というのを一つやって、それからもう一つは何やりましょうかね、陳と、指導流系では眼空という方、鶴の方ですね、一つ鶴の方で、最後に、私たち明武館の、方がありますので、封じティーというのを3つやりたいと思います。見せましょう。陰安初段。ベストキッド、ねっていう、アメリカ映画もありましたが、その中に出てくる方の一つです。私たちは、琉球空手では陳道と言っていて、琉球空手から日本に渡って日本の空手になったところで眼空という方です。ちょっとイチェハーハーしますけど、やりたいと思います。シート。コンセントレーション最後に、うちの明武館の方ですね、封じティーという方を使います。封じティー、ディフェンスの方ですね、封じる手という書き方をします。封じ手、禁じ手という意味じゃないね、封じる手、相手の攻撃を封じるという意味の、少林流系はみんな防御から推理ですから防御から入っていく、ものですけど、はい、じゃあ行きましょうか。打ち手。